フロッタライフのりさです。今日はセリアさんのドライフラワーを使ってキャンドルを作りたいと思います。では早速作っていきます。はい、ではクッキングシートを敷いていきます。今日はこういったお花が入ったキャンドルを作るんですね。で、このお花が入ったキャンドルの仕組みっていうのはどうなってるかっていうと、中にこういう細いキャンドルが入っています。中にですね。で、その周りにこうドライフラワー、お花が入っている状態です。で、なぜこれを入れるのかっていうと、火をつけた時に中心にお花がたくさんあると燃え移ってしまっては危険ですので、こういったお花が入ってない状態のキャンドルっていうのを作って、でそこに火を灯すとキャンドルだけが燃えているっていう状態になります。普段はこういったキャンドルの型にこういったさらにキャンドルのちっちゃい型で作ったこのキャンドルをこういう風に入れて、中心に入れてですね、でこの周りにお花が入っているっていう状態で作っていきます。今回100円均一の商品で代用できるのがこの綿棒の型になりますので、今日はこれを使って作っていきます。ではですね、早速中心部分を作っていきます。いつも使っているダイソーさんの高級ろうそく15、4本入りですね。これを箱から出していきます。ではこちらの、型を使って作ります。綿棒を中から出して、このサラダオイルですね、を軽く塗っていきます。薄く引くような感じですね。はい、こんな感じです。で、これは、ちょっと何回も使っている方なので、ちょっと白くなってるんですけど、ここにですね、入れていきます。で、直接ここにろうを溶かして流してもいいんですけれども、私はこう早く固まるように、だいたい2センチぐらいに印を入れていって、パキッと折ったものをこの中に入れます。これね、線を軽く入れるだけでパキパキ割れていきやすいので、こんな感じですね。もう大きさ適当です。でちょっと割りにくいなと思ったらもうこれはこのまま置いておいてください。で、これをこの中にまず簡単にですね、入れていきます。こんな感じで入れていきます。はい。だいたいね、この上からこの5ミリのところら辺ですね、線打ってるんですけれども、なんか同じこれとこれの高さで作ってしまうと、ちょっと上の部分があまりにもこうガタガタした部分が見えてしまいますので、こんな感じでこの5ミリ下ぐらいのところまでこういったポキポキ折ったものを入れていきます。あとの残りは、だいたいこれで適当で構いませんので、お鍋に入る大きさになったらこの感じで中に入れていきます。はい、では溶かしていきます。そしたらですね、こんな感じでろうが少し残ってる状態で、熱を止めます。で、あとは余熱で溶かしていきます。
でこれで溶けてくれなかったらもう少し加熱をしたらいいんですけれども、溶かしきらないっていうのがポイントで、余熱で溶かしていく方が温度が上がりきらなくて安全だと思います。余熱で溶けきったらですね、このキャンドルの芯を取り出していきます。で、この芯を取り出すときにティッシュで拭いていくんですけれども、熱いの怖い方はティッシュを何枚も重ねていただいて、で、こんな感じでしっかりこうキュッキュッと余分なろうを拭き取って、ビシッとこうですね。こんな感じで。で、私ちょっとこう、もうまとめて取りますね。こんな感じで、こう取って。で、これね、溶けたろうのこの熱いのがですね、ジュッと染み出てきますので、こう怖い方はほんとたくさんティッシュ重ねていただいて、こうやって余分なろうを取っていきます。じゃあ4本分入ってましたので、3、4ですね。こんな感じで置いておきます。で、これ横に置けて、で、この時のこのろうの温度が、何度かな？しっかり測りますね。だいたいね、80度ぐらいで流していきます。80から90の間ですね。ちょっとこれ温度がね、少し低いので、温度を上げていきます。でね、再加熱をするときに、結構ね、温度が、こう、まだ70何度だなと思っていても、結構ね、どんどん、さっき75度っていう表示の時に止めたんですけど、これでね、しっかりこう、混ぜてると、温度がね、これぐらいまで上がります。80、今 2.5 になったのかな？で、結構これ上がってくるので、必ずもうしっかり混ぜて、こうだいたい温度がこう止まる？こう下がってくるようになった時が、その時の温度なんですね。今 82. どれぐらいまで上がるかな？ 82.8 いって 2.7 とかでまだ下がってきましたので、これで、今この温度がだいたい80ね、2、3度だなっていうのがわかりますので、これで流していきます。で、流すのもこの先の線のところですね。まで流しますね。はい。じゃあこれで OK です。でもし、余ることはないと思うんですけれども、たくさんもし余られたら、ここにお鍋にこのまま置いておいてください。で、表面が少し固まってきたら、ここにキャンドルの芯を刺していきます。その時の準備なんですけれども、もうね、今ね、この芯、結構硬くなってます。で、この芯をまず、一回、ぎゅっとくくります。こんな感じですね。この時に、ここにね、竹串をこうぐっと刺すんですけれども、これでなんか私一回ほどけたことがあるので、これね、2回くくります。これね、だんだんって続いて大丈夫です。で、下の部分をハサミで切り落とします。こんな状態ですね。もうちょっとしたら、ここにぐっと竹串を入れて、ここにぐさっと刺す作業になります。この結び目に竹串を入れて、ぐっと押します。こんな感じですね。この輪ゴム付きの竹串に挟んで、中心に来るように留めておきます。で、これで完全に冷たくなるまでこのまま放置しておきます。ちなみにこの竹串なんですけれども、こういった感じで2本ご用意いただいて、輪ゴムを1回先にこう二重にします。で、ぐる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 っていう感じで、反対側もまた二重にして、くる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 っていう感じで、これで出来上がりです。で、これを少し広げて、この中に芯を通して固定しているっていう感じになっています。はい。ではこれですね、完全に冷えました。
で、冷えたっていうのは、こう、冷たいっていうわけではなく、常温の冷たさですね。どっちかというと、ぬるい部分がないっていう状態です。少しでもあったかいな、ぬるいなって思ったら、まだ抜く段階ではないです。どこも暖かくないな、ぬるくないなって思ったら、こういう感じでギュッ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 と、このね、中のローと型をギュッギュッと外していくような感じで揉んでいきます。で、全部こう肩から外れた状態になったら、ビューッという感じで抜けます。たまに、ここね、周りは取れてるんだけど、意外に底の部分がくっついている場合があるので、その時は、この底の部分もギュッて押してあげます。そしてね、ポコっていう感じで外れますので、で今は取れてましたけど、ついてる可能性がある方は、こうグッグッと後ろも押してあげましょう。で、こんな感じで抜けたら、完成です。少しでも中があったかいなとかっていうのを感じたら、その時にね、無理してこう早く抜きたいからと思って、こうギュッて抜いてしまうと、この中の芯だけがズズズズズって抜けてしまうので、必ず冷たくなったらしっかり抜いていくっていう感じにしてください。はい。じゃあですね、今度はこの大きい型を用意していただいて、ここにですね、サラダ油を塗っていきます。全体的にしっかりは塗ってるんだけれども、そんなベッタベタに塗る必要はないですね。こんな感じで OK です。この先ほど作ったこのキャンドルを中心に入れます。だいたいね、1センチぐらいのこの空いてる幅ですね、になります。じゃーん、こちらがドライフラワーです。じゃあこれを早速周りに入れていきます。なんかデザインって迷いますね。こんな感じにしようよ。ちょっといろいろ入れていこうかな。これね、ちょっとこれ気持ち分厚いんですね。このスターティスっていうのが。これを入れて、私なんかいつもこっちばっかり入れるんじゃなくって、ちょっと少し分厚いめのが入ったなと思ったら、この真裏の方ですね、にも、こう、ズズズってこっちに寄りすぎないように、だいたい同じぐらいの分厚さのお花をこういう感じで後ろにも入れて、こんな感じですね。本当はこの横にもこう入れてあげると割とこの中心が固定するので、いきなりちょっとこうデザインが決まっちゃう感じなんですけど、これで意外に薄い。なんかこんな感じで、こう、4つ、この4方向に、こう、ちょっと気持ち分厚いものを入れてあげて、この中心を固定するっていう作業を私よくやります。ちょっとこれ芯長いので少し切りますね。もうこの辺までいらないので、ちょっと切ります。で、ここからいろいろ入れていきますね。何入れようかな。この花を入れる花の高さっていうのは別にはみ出ても大丈夫ですか？ここの高さ、実際これ灯してみて、この火がこっちにこう燃え移らなかったら大丈夫なんですけれども、心配であれば、できるだけこの高さの、この中心ですね。中心の高さ、この白い部分の高さまで押さえた方がいいと思います。これね、今度上に細かいものをこうやって入れてると、これがヒューって最後に流れてくる可能性があるので、今日私はね、この中心の高さまでしかお花は入れないです。
入れる花っていうのは、はい。結構パンパンに入れてしまっても大丈夫ですか？あ、全体的にですか？そうですね。なんかぎゅうぎゅうというか、詰めるだけいっぱい詰めちゃうみたいな。はい。あ、なるほど、なるほど。私ちょっと今回その隙間を開けて入れていってるんですけれども、結構全体的にお花は埋まっても実は大丈夫なんですけれども、例えばこういうアジサイとか、こういうのとかでもう柔らかいものがあって、こうね、こう圧縮するような感じで、もうぐいぐい詰めていくような、もう隙間がないような状態で詰めていくと、最後にここにろうをかけるので、その時にこのお花の隙間にもろうが入っていかないと、取り出した時にお花が実はこうボンって飛び出ることがあるんですね。ね、たくさん入れたいんですけど、そこもちょっと注意した方がいいですね。なんかどうしても多分入れていって、隙間を埋めるってなってくると、だんだん気になってきて、こう詰めて詰めてってなる場合もありますよね。あります、あります。どんどんね。結構シンプルにしたいから、お花ちょろっとだけ入れるっていうのもありですか？あ、全然ありです。シンプルが好きな方は割と少なめに入れる方も全然いらっしゃいます。この時になんですけど、なんとなく見えれば実は可愛いんですけれども、あまり薄っぺらい花ばっかりだと、お花が外側に見えなくなってしまいますので、結構ね、こういうちょっとこうペラッとしたのは、わざとこうちょっと二重に重ねて、少しでも前に行くように入れます。こんな感じで入りました。で、今からここにですね、ろうを流し込んでいきます。はい、これじゃ2箱目ですね。これを出して、今度はね、もう適当にお鍋に入る大きさに折っていきます。こんな感じです。こんな感じですね。で、これを溶かしていきます。またこれぐらいですね。残ってる状態で電源を止めて、あとこれを余熱でまた溶かしていきますね。で、これで余っていたろうが溶けたら、またティッシュをたくさん、3枚ぐらいなんですけど、この芯使いません。これをここに乗せて、いらない方はこのままもう捨てていただいてもいいですし、また何かに使いたい方は、こういう感じでまたしっかり余分なろうを拭いて、こんな感じで冷やしておくと、また他の時にですね、使えます。今いらないのでこっちをやっておきますね。今から流すんですけど、だいたい90度ぐらいで流していきますので、ちょっとこのね、何度あるか測っていきますね。なんかね、温度が少し低いと、こう、染み渡りにくくなるので、私大体いつも90度くらいで、こう全体的に流し込んでます。すごい、ぴったり90度です。で、じゃあこれね、上がってきましたね。じゃあこれを流していきますね。そして真ん中にかけます。これね、さーっていう感じです。ちなみにこれ、ろうを入れる高さはどこまで注いだらいいですか？はい、これね、だいたい1ミリ下ぐらいですね。満タンに入れてしまうと、この竹串を伝って、ここからビューってこぼれてきますので、もう1ミリぐらい下のところまで、上のね、この上の、この外側の高さの1ミリ下ぐらいですね。だいたい竹串に当たらないような
そうですね。高さですかね。中心のキャンドルよりも上？そう、少し上ですね。これも多分2、3ミリ上ぐらいですね。ちょうどキャンドルが全部覆われるような感じそうです、そうです、そうでです。すかね。はい。あ、そうそう。で、私さっき竹串をこれ挟まずに流しちゃったんで、ちょっと途中で作業があれになっちゃったんですけど、竹串でこれ挟んでいただいて流していただくと作業がやりやすいと思います。すいません。じゃあ注ぐときに、じゃあ竹串がある場合は竹串にかからない方がいいですかね。あ、そうです、そうです。竹串にかからない方がいいですね。じゃあこれで完全に冷えるまで待ちたいと思います。どんな感じでできるか楽しみですね。残ってるこのろうをまたね使えますので、シリコンカップですね。よくこれ売ってます。このシリコンカップに入れて保管したいと思います。で、またねこれ温度下がってますので、少し温度をね温めますね。なんかね、本当はさっきここ注いだ状態からここにすぐ流し入れたらよかったんですけど、ちょっと私いろいろ説明して喋っちゃったんで、こっち固まったんでね。本来は流して余ったのをすぐこちらに入れていただいたら何の問題もないです。で、大体ね、これシリコン注ぐ時の温度なんですけど、あんまり温度が低いとまたこっちお鍋にすごく残っちゃうんで、またこれ90、100度ぐらいやっても構いませんので、じゃあ90度ありますので、こっちに流しておきます。で、ザーっと流しますね。この、今、あったかいうちに、これもティッシュね、2、3枚重ねていただいて、中をね、しっかりぐるぐるぐるっと拭いていきます。で、この際のところもしっかり拭きます。これもね、怖い方は、もうティッシュ何枚も重ねていただいて、こんな感じですね。中にあるろうの温度が低かったりしたら、その側面に結構つきますよね。これつきます。そうそうそう、ここにつきます。でね、これもいろいろ拭き方はあるんですけど、以前にも言ったんですけど、こんな感じで、私のこの IH はこう横にね、こうして、でここ反応するんですね。なので、これで、ここ拭いてもらったら、これも気をつけながらですけどね、こうやって温まるので、これでろうが溶けてくるので、これで拭けるんですね。もし、これに横向けて反応しない場合は、ドライヤーの風の温風の一番緩いので、少しこう当てていただいて、溶かしていって、ここを拭いていくっていう方法もあります。ここがとにかく綺麗になったら全然構わないんですけど、こうやってね、こうする場合、ほんと熱くなるので気をつけてください。これね、冷やして待ってる時に柔らかいので、もうこれ絶対触らない方がいいですね。もうそのまま、私ちょっと触りますよ。結構ね、こう、ぐにゅぐにゅって柔らかいので、もうこれね、そーっと、で、持ち上げたり、こう、傾けたりね、しないで、もうそっとこう冷えるまで静かに待っておいてください。なんか見たくなりますよね。なります。ちょっとこう、どうなんかなとか、こう持ち上げて、もうこれ持ち上げるだけで、肩ブニュって歪んじゃいますので、もう触らないで、もうそーっと置いといてください。ではですね、出来上がりましたので、肩から外していきたいんですけれども、まず竹串をこう外します。これね、冷えて、この肩から外れてる部分と、まだ肩に、ね、くっついてる部分があるんですね。こんな感じです。なんかね、ツヤツヤしてるところはくっついていて、ここね、なんかマットな、ちょっとこうなんか波打ってるの分かりますか？じゃあ一回外していきますね。これで、こうね、肩から外れるように、こうやって揉んでいきます。こうやってこう肩から外すようにキュッともう垂れましたね。これでこのままねいけるかな。よいしょ。でこんな感じで抜けました。ではですね、出来上がったキャンドルに火を灯して楽しみながら、大切なポイントを解説していきたいと思います。じゃあ出来上がったキャンドルに火をつけていきたいと思います。
れ様でしおた。疲れ様でした。では今日はですね、またお客様からですね、これ、紅茶ですね。で、あと、このフィーカさんのクッキーも、これ関東の方のお客様から送っていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ早速中開けていきましょうか。紅茶がこんな感じになってて、なんかセットになってるんですけど、こうなんかポーチに入ってますね。めっちゃ可愛いね。ね、可愛い。紅茶は5種類で、こんな感じですね。めちゃくちゃ可愛い。可愛い。これがフィーカさんのクッキーですね。イースターのパッケージですかね。うん、可愛いね。可愛い。どっちもウサギの乗ってるものですね。一応中に袋もあったんですけど、それも開けました。こんな感じですね。なんかね、ハロングロットルってアプリコットと、ドロンマルプレーンのクッキーだそうです。アプ多分リコットのこっちがアプリコットですかね。黄色いね、丸がなんか入ってるのかな。もう一個の方がカリッとした食感のシンプルでポピュラーなスウェーデンのクッキーだそうです。楽しい。でね、1センチぐらいに切って芯ね、長さに切って火をつけたんですけど、ちょっと火が大きいので一回消しますね。一回ね、これ竹串でポキッとつけて、これ煙出ないので、ちょっと長いところ、ちょっと黒い長いところを切ります。こんな感じですね。でティッシュで拭いて、再度火をつけますね。じゃあちょっと落ち着きましたね。はい。じゃあ、りょうくん、紅茶どれにしますか？これ。何味？これはパンケーキティー。すごい。あ、そんなのあるの。怖い。私はこれにしようかな。これでも、これ何があるの？これね、ショートケーキティーです。あ、やっぱりパンケーキ？へー、すごい。これはホワイトピーチティーで、これはね、爽やかで甘酸っぱいチェリー&スモモのダブルフレーバー味って書いてます。桜スモモティーだ。よく前に書いてる。これは、ルフナっていう、多分普通というか、なんかちょっと難しい。普通っぽい、ノーマルな紅茶っぽい。ルフナっていうのがもうそれはそうなのかな？です。じゃあ、私はショートケーキティーにします。これかな？いいよ、いちご。あ、甘っ。蜂蜜の甘さ。香り。すごい。パチン。なんか伝えたい。これなんかメープルシロップとか蜂蜜、そういう系をなんか匂ってる感じ。いい匂い。いちごショートケーキの感じ。これすごいよね。めちゃくちゃいい匂いする。すごい。なんかそのままの香りが。いい匂い。ずっと匂い。このパンケーキティーは蜂蜜とかメープルの香りだけど、本当にこのパンケーキティーってそのまんまの香りがする。わかるね。これ入れていきますね。だいたい3分ぐらい蒸らす。今回セリアさんで揃えたお花だったんですけれども、結構キャンドゥさんとかにもお花売ってますし、ダイソーさん売ってるのかな？でもなんか、あるよね。そう、なんか最近はドライフラワー結構どこでも売ってるイメージが。あるね。今回ちょっとわざとシンプルな感じで作ったんですね。前の動画でりょうくんがこのかすみ草のドライフラワーを作って、私がこっちのドライフラワー、こっちシリカゲルですね。で作ったんですね。これを使ったキャンドルも実は作っていて、こんな感じで入れてみました。たくさん
できたので、たくさん入れて、ちょっとこっちは豪華なというか、こうね、賑やかな感じのお花がもう盛りだくさんっていう感じのキャンドルを作りました。デザインはね、もうほんと人それぞれですので、好きな感じでいろんなお花を入れていっていただけたらいいかなと思います。ここの幅ですね。この灯している幅が、1回目が4時間。で、2回目が 3.5 時間、4時間。だいたい11時間ぐらいかな。合計11時間ぐらい燃やしてるんですけど、連続で燃やしたわけではなく、4時間、3時間半、4時間ぐらいか、灯してます。だいたいこんな感じで凹んでいきます。この幅なんですけど、物差しで測りますね。だいたい5センチぐらいの幅で溶けていってる感じです。これね、結構このお花が外側にちゃんと埋まってる状態で火がついてたんですけれども、これね、つけてみますね。特にこう左側が少し綺麗に見えているのは、火がね、もう内側に中に入ってるので、内側から照らされてこう火が今ついてるので、ちょっとなんかランタン風になっていて、すごく綺麗にこう見えていますね。なんかちょっと押し花っぽい感じですね。ね。結構綺麗に花びらが広がってるから、この花の形も結構はっきり出てますね。右側はちょっと奥に入ってる花はこうぼんやり見えてるような感じですね。まだね、この上の方で火がついてるので、このね、まだこの辺が明るいんですけど、これもね、もっと下の方になってきたら、この辺を内側からね、照らし出されて、すごく綺麗になると思います。いただきます。いただきます。まずこちらに。はい、いいね。いい香り。美味しい。あ、ほんのり甘い。鼻に抜ける感じがすごいイチゴ。さっき甘いって言ってたけど、実際は甘くない。なんか香りで最初にこう甘いって感じたかも。いただきます。ほろほろ。いただきます。あ、美味しい。美味しい。しっとり、ほろほろ。何やろこれ。美味しい。アプリコットジャムも。美味しい。すごい美味しいね。ちょっと甘酸っぱい感じなのかな。いや、美味しい。紅茶とも合う。ね。これは普通の。これなんていうんかな。優しい。軽いけどザクッとしてる。あ、美味しい。これなんていうんやろ、この味。香ばしいっていうんかな。なんかめっちゃいいクッキーいただいてる感じですね。食感が全然2つとも違って、全く真逆な感じで。めちゃくちゃ美味しい。で、これなんか何かな。北欧のクッキーですね。あ、美味しい。美味しすぎる。ね、幸せ。お花が火に燃えてしまわないように、内側にさっきキャンドルを入れて作ったんですけど、灯すときも、これでだんだん2、3センチぐらいろうに溶けたのが広がってきてるんですけど、お花が見えるかな見えないかなぐらいのところで火を消すようにしてください。一応これね、4時間連続でつけっぱなしで、さっき見てもらっただいたい幅ぐらいしか燃えないので、大丈夫だとは思うんですけど、もしお花がこう剥き出しに、内側の部分が剥き出しになってきて、このお花にその火が移るようにならないように、できるだけこのお花のこう周りの壁をこう守っていきながら、で火をつけていくような感じにすると、綺麗にもうこう中だけ抜けていくような感じになります。ただ、怖がりすぎて、10分、20分で、はい、切ってつけてっていう風にしてると、それもそれでちょっとしか燃えないので、今これぐらいですよね、20分ぐらい。で、これで切ってると、この幅でどんどん抜けてくるような感じになるので、ほんと怖かったらそれで全然いいんですけれども、同じもので作っていただいたときは、だいたいこの3、4時間つけっぱなしにして、だいたいこれぐらいの幅でこう燃えていって、こう抜けていくような感
感じになっています。これをつけているときは、必ずキャンドルって基本そうなんですけど、目を離してつけっぱなしにしていると、お花に火が移ったりとかすると怖いので、必ず、ね、近くで灯すようにしてあげてください。今回、ダイソーさんの綿棒の型で作ったんですけれども、基本的に内側と外側で、この周りにお花が入れば基本的に大体大丈夫です。中心はね、大体これぐらいの幅は欲しいなっていう感じなんですけど、例えば今回セリアさんで購入したこのお花は基本ちょっと今回の全体に薄っぺらいのを入れたので、こんな感じで見えてはいてるんですけど、もうちょっとお花を見せたいなっていう場合は、もう少し中心を太めのものにして、今回ね、こっちもダイソーさんでこの型で作ったんですね。でこれ作って、で、同じように作りたかったので、これもこの型で作ったんですけれども、こっちセリアさんです。これとこれセリアさん。で、幅は基本一緒です。大きさ一緒。で、外側は一緒なんですけれども、これね、こっち側は少しね、太いんです。違いわかりますか？この少しこれ幅が広くなっています。で、こっち幅が少し細いです。これを合わせて、ここ、ね、中心にいるとすごく多分狭くなるので、薄っぺらいお花しかない場合は、わざとこの中心を広げたものを購入してお花を入れていくといいかと思います。こっちは前作ったガーベラが少し分厚かったので、これとこれだといい感じで入ったんですけど、もし中心はこれにして、この今日作った幅よりもう少し分厚いお花がある場合は、この外側の大きい綿棒の入れ物が前シェルのキャンドル作った時、もう少し実はね、大きい、これかな、これの大きさだと実はまだこれよりこっちの方が幅が広いんですね。だから中心はこれにして、あと幅はちょっと少し大きめにすると分厚いめのお花が入ったりします。ただ、分厚いお花とペラペラのお花を入れると、どうしてもペラペラのお花が埋もれちゃう感じになるので、できるだけこのお花は肩の外側に近ければ近いほどお花は綺麗に見えますので、全部が全部ね、綺麗に見える必要はもちろんないんですけど、見せたいなっていう方は、この肩のこの幅を調整していくと、よりね、自分が持っているお花のサイズに合わせて作れると思います。ね、私よく工夫するのは、例えば、ちょっと分厚いお花があって、でもこの薄っぺらいお花を入れたいなっていう時は、これね、これもそうなんですけど、ちょっとね、二重に重ねて、外側に押し出すような感じで入れたり、白いアジサイとかがあれば、白いアジサイ後ろにちょっと入れて、幅を膨らまして、できるだけ外側に押すとか、アジサイだけじゃなくても、いろんな、こういうものとかで切って、後ろに幅を持たせてグッと押し出すような感じで、見せたいお花があるときはそんな感じでちょっと工夫とかもしたりしています。で、いろんなね、お花の種類があるから、正直全部が全部押し出すっていうのは難しかったりするんですけど、お花の幅が均一なときは、ご自身でこの肩の幅っていうのを調整されたらすごく皆さんご自身のオリジナルの可愛いキャンドルができると思います。中心はこれよりは狭くならない方がいいですね。細くならないというかの方がいいですね。多分大体今これでと思ってるの5センチって言ったんですよ。だいたいこれ 5.5 センチぐらいあるので、念のために中心はね、これぐらいの幅は絶対あった方がいいと思います。っていうのも、今日ダイソーさんのキャンドル、もともとのこのろうそくの15、4本入りっていうのを使った芯の場合に限ります。私がおすすめしているのは、また他のろうそくの芯だったりとか、その違うものを使った時は、これが絶対では実はないんですけれども、ダイソーさんのその15ですね、4本入りっていうのを使って作った場合ですね、私が今これをおすすめしています。あれですよね、例えば極端に言うと、同じ種類のろうそくでも、めちゃくちゃ小さいものだったら、芯も細いから、炎も小さくなるってことですよね。そうです、そうです。で私もちょっとそれを試したことがないので、どれぐらいの幅になるか正直分かってないんですけど、
今回作って使ったものがあれなので、それをちょっと参考点の目安にしていただけたらいいかと思います。で、多分キャンドルの知識がないというか、あまり知らない人だと全部芯、この火をつけるところの太さって全部同じようなイメージがあるかもだけど、割と全部違うんですよね。違います。太さが全然違ったりとかするんで、そのキャンドルに合った芯を使っていくと、綺麗に灯っていきます。ただ、これもし太い芯があったとしても、この壁を越えなければ、お花ね、壁が倒れてきたりとかせずにいいと思いますので、この芯で、例えば、もうちょっと細いのを作りたい場合は、作ってもいいんですけれども、このお花の壁がむき出しにならないように、途中で火を止めるっていうことをしていただければ大丈夫です。で、あと、これ皆さん、結構作られた後に質問があるんですけど、ちょっとこれ一回火を消しますね。これね、見えますかね？結構ね、こういう穴が開いちゃいます。自然のこのお花とか使ってますので、いろんなところにいろんな形で入っていきますので、こういうボコボコ表面的に、ツルツルには仕上がるんですけど、これね、いろんな穴が開いたりするんですけど、これはもう仕方がないので、このまま、これも出来上がった雰囲気というか、出来上がったこんな感じなんだなと思っていただけたらいいかと思います。あとですね、ちょっと見えないかもわかんないんですけど、結構綺麗には仕上がってるんですけど、細かい気泡っていうのは出ます。ので、出てもこれぐらいなんですけれども、こんな点々、ちょっと気泡は入ります。でもね、これもすっごい仕上がりツルツルなんで、100均のろうそくでここまでできたらもう十分すぎるんじゃないかなっていう感じなんですけど、実際作って自分のもの作品となると、意外とこの気泡とかこの穴がすごく気になる点になってくるので、それはこんなもんなんだと思っていただけたらいいかと思います。これ自分のコレクションとしていろんなお花でもうたくさん作ってもすっごくね可愛いですし、プレゼント用にもすごく喜ばれる。100均のローで作ったとは多分なかなか思われないんじゃないかなっていうぐらいいい感じで仕上がってます。で、私今回すごくシンプルにもうローの色だけで作ったんですけれども、色とかつけたい方はクレヨンとかで色付けしていただけたら、またこれはこれでいろんな色の、キャンドルになっていきますので、これもねピンク色とピンクとベージュっていうちょっとくすませた感じで、僕らの顔料でキャンドル用の顔料で作ったんですけど、お持ちでない方はクレヨンとかでも十分いけるかなと思います。香りなんですけど、アロマワックスサシェの動画を見ていただいたらちょっとわかるかなと思うんですけど、アロマワックスサシェの香料を入れると結構ね白く濁ってしまいます。と透けてる部分もあったり、白くなってる部分もあったりするんですね。ちょっとこれ香料使ったことないんですけど、キャンドルの型とかだと香料が実はちょっと型がちょっと悪くなっちゃうので、香料は実は使わないんですね。これもちょっと香料を使って作ったことはないんですけれども、もしかしたら抜けにくい可能性、ちょっとわからないです。わからないんですけど、されるんでしたら、ちょっとチャレンジっていう感じで香料は使っていただけたらいいかなと思います。この中心のローに香りを入れるとか。そっちの方がいいです。そう。全体に入れなくていいですね。中心ポキポキ折ったんですけど、折らずに、もう香料の、匂いをつけて流すっていう感じの方が、いいかなって。そのまま折ったままだと、香りが混ざらないから、まばらになるってことかな。そう、今日の作り方だったらなんですけど、っていう感じになります。で、あとこのへこんだ部分なんですけど、私はこの自然な感じで、いいかなと思ってるんですけど、出来上がって上にピシッと揃えたい方は、固まって私抜いたんですけど、抜かずにもう一回だいたい90度ぐらいで注いで、で、そのまま待っておいてください。で、完全に冷えたら抜くと、割と平らに仕上がります。どうしてもローはね、ちょっとへっこんでしまうのは仕方がないんですけど、それが気になる方はもう一度注いでください。1回で平らにならない場合もあるかもですかね。そうですね。基本的にはもうへこみます。
大概、だいたいへこみます。で、そのへこみが少し気になる方は、注いでいただけたらいいかなと思います。クッキーもね、美味しかったね。美味しかった。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。はい。ではこれで、終わります。で本日の動画が良かったなと思ったら、高評価、チャンネル登録、ぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。